は、バッチです。さあ、今週もですね、楽しい玩具レビュー生配信の時間がやってまいりました。イェイ。いやー、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。いやー、ちょっとですね、バッチさんですね、今日は過去最大にちょっとピンチな状態でして、はい、いきなりですね、生配信の冒頭から、突然言い始めてしまうのですけれども、ちょっと今日ですね、あの、朝、ちょっと睡眠3時間ぐらいでですね、睡眠3時間ぐらいしかしてない状態で、朝からですね、ちょっと弾丸で、ちょっと山梨の方までですね、日帰りでちょっと行ってきまして、お仕事でですね、ちょっと行きまして、で、帰ってきて、で、今日生配信やって、で、また明日朝からですね、今度ゴールデンウィークっていうことでですね、子供らをですね、家族サービスで、ちょっと遊びに連れて行かなきゃいけないというね、はい、ちょっとね、強行スケジュールでちょっとやってたんですけれども、いけるかなと思ってですね、やったんですけどね、もう体がちょっとガタが来ててですね、もう頭痛が止まらねえわ、もう頭ね、痛いわで、頭痛止まらず、ちょっとね、フラフラの状態で今ここにいてまして、申し訳ございません。なかなかね、今日ね、いろいろ盛りだくさんでね、やりたいな、なんていうふうに思っていたので、ただね、ちょっとね、今回、予定しておりました、このダイナミックチェンジゲッタードラゴンですね。ゲッターロボ G。これをね、ちょっと今日やろうと思って準備してたんですけれども、僕の今の状況でですね、この超繊細なゲッターロボのね、変形ができる気がしないというね、なんか、すごいぶっ壊しそうな気満々という、結構ぼーっとした、朦朧とした状態でいる状態でして、なので、ちょっとですね、あの、予告していた内容とはちょっとね、反しちゃうんですけれども、ちょっとね、ゲッターロボ G、ちょっと来週ちょっとやらせていただきたいなと思いまして、はい。ただね、大筋を変えないようにしたいなと思いましてですね、はい。今回、ゲッターロボ G をやろうとしてたんですけれども、そのね、なんでやろうかなと思ったって、思ったと言いますと、こちらですね、ドドン。はい、スーパーロボット対戦。ね、スーパーロボット対戦シリーズがですね、はい、今年でですね、めでたく35周年ということでですね、はい、記念すべき年だということでしたので、皆様とですね、皆様も多分スーパーロボット対戦、スパロボですね、こちらがね、こちらね、めちゃめちゃ好きな方多いかなと思いますので、ちょっとね、そのスパロボ談義に花を咲かせつつ、ゲッターロボで遊んでですね、はい、行こうかな、なんていうふうに思ってですね、はい、こちらのゲッターロボ G、こちらをね、はい、用意させていただいたんですけれども、ちょっと今日ね、このゲッターロボ G はちょっと難易度高すぎる、今の僕にとって難易度ちょっと高いんで、代わりにですね、あの、こちらをご用意いたしました。ドド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 。ドドン。はい。H 実際バスター。はい。こちらの方ですね、ちょっと今回ゲッターロボ G の代わりというか、緊急でですね、代打ということで、ちょっと HG サイバスターをちょっと触りつつ、ちょっとスパロボの話をしつつ、で、来週ゲッターロボ G やりながら、スパロボ話をしようというね、スパロボ35周年企画
を2週にわたってお届けしたいなと思いますので、ちょっとね、途中で微妙な路線変更になってしまって大変恐縮なんですけれども、ちょっとそんな感じでやらせていただきたいなと思いますので、ぜひぜひですね、ご容赦いただけたらなと思います。あ、コメントいただいてますね。男仮面ライダーセイバーさん。こんばんは。よろしくお願いいたします。俺がたい研究所さん。ゲッターロボ超かっこいいんで楽しみです。すみません。ゲッターロボではないんですが、今度、魂ネーションズストア東京でエヴァ2号機パトレイバーの SH フィギュアーツを手にします。理由はエヴァ2号機は持っている SH フィギュアーツ、四季並みアスカラングレーと並べたり、何個か持っているエヴァ2号機のフィギュアと並べたいですね。パトレイバーの理由は、仮面ライダーアギトに登場した仮面ライダー G3 が、警察が開発した同じ共通点なので手にしたいですね。ダイナミックチェンジシリーズなんですね。再現超すごいです。あ、男仮面ライダーセイバーさん、いつも、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いろいろあるみたいですね。ほうほうほう。あ、なるほど、なるほど。SH フィギュアーツのエヴァ2号機とパトレイバーを購入されるということなんですね。いや、それは素晴らしいですね、非常に。なかなかね、エヴァね、新エヴァ、新エヴァンゲリオンか。はい、エヴァシリーズもね、またね、なんか再始動するとかっていうね、お話もありますしね、もうあれ、新エヴァで終わったんじゃないんかいっていうね。ね、なんか結構ね、綺麗にまとまったような感じがしたんで、ね、さよならすべてのエヴァンゲリオンということでね、はい。新エヴァンゲリオンで全部片付いたのかななんて思ったら、またもう一回ね、再始動するとかいう話でね、なかなかこう、また終わらないエヴァンゲリオンワールドがね、展開されるらしいですけれどもね。うん。なので、結構ね、SH フィギュアーツとかでも結構ね、まだまだ展開されるみたいで楽しみではありますよね。うん。なるほど。そうですね。で、ダイナミックチェンジシリーズはね、ちょっと申し上げ、先ほどね、申し上げた理由ということで、ちょっと来週、こちらの方はね、詳しくレビューさせていただきたいなと思います。というのはですね、やっぱりね、このダイナミックチェンジシリーズのゲッタードラゴン、特にゲッタードラゴンね、は僕の中でも、本当魂のロボなんですよね。あの、いつもね、申し上げてます、このね、ダンクーガ。僕の中ではかなりね、ダンクーガっていうのが、はい、僕の中のね、かっこいいの基準を作ってくれた、すごいね、大事なロボットっていうようなことをいつも喋らせていただいてるんですけれども、はいね、もう一つね、やっぱこのゲッタードラゴンっていうのがあるんですよね。はい、スパロボをね、やり始めて、ぱね、このゲッタードラゴンのかっこよさっていうのに見せられてですね、ずーっとゲッタードラゴンを、追いかけ続けてきたんですよ。もうね。なので、でね、当時はソフビのゲッタードラゴンを購入したんですよね。なんかね、結構ボックスに入ったすごいかっこいいやつ。ちょこっと高めのやつだったんですけど、それがね、当時ガレージ模型屋さんでね、1階が子供がやるね、BB 戦士とか、ミニ四駆とかがいっぱい並んでて、で、2階に行くと、大人のね、おじさんとかお兄さんがね、やるようなスケールモデルとかガレージキットとかっていうね、ちょっと大人の世界になって、1階と2階でそのステージが分かれてるんですけど、ちょっと背伸びしてですね、ちょっと背伸びして2階の大人のフロアをちょっと見に行ってですね、その時にガラスケースの中に飾ってあったゲッタードラゴンのね、箱入りのソフビを見つけてですね、ああ、それがもう異常に欲しくて、ちょっと背伸びしてですね、そのソフビを購入したっていう思い出があるんですよね。うん。
で、それぐらいゲッタードラゴンっていうのはめちゃくちゃ好きで、今でもゲッタードラゴンって結構僕の中ではね、こうロボットのね、かっこいいの中の基準の中のね、はい、ど真ん中にいたりするぐらい、素晴らしいね、ロボットなんですよね。うん。まあ、それぐらいだったんで、もうとにかくね、それをなんとかね、変形とか合体とかってできないかななんていうふうにね、子供の時から思案してたんですよ。でも絶対できるわけないんですよね。あんなモーフィング変形を。ね、もう二次元の嘘の塊というかね、はい。物理法則を完全に無視したような変形合体なんで、まあ、不可能じゃないですか。だからそれをね、なんとかアレンジで可能にできないかなとか言って、中学校ぐらいだったかな。うん。一生懸命頭でですね、変形合体が可能なアレンジをしたドラゴンを自分で考えたりですね。あとは、ぬいぐるみでゲッタードラゴンを作ってですね、二次元の嘘の部分は、綿でギュッ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 って詰めて、なんかこうできないかなとかって言ってですね、フェルトで針でチクチクやってね、トライしたとかね、そういうレベルまでちょっとね、浸水していたロボだったんですよね。まあ、実際そのぬいぐるみは、ちょっとね、残念ながらその当時の技術が追いつかなくてできなくて断念したんですけれども、はい。それぐらいね、ゲッタードラゴンって僕の中でね、すごい神ロボだったんですよね。なのでね、それが、まあ、時をね、はるかに隔ててですね、なんとね、変形合体できるモデルが、ね、キットが発売されてですね、しかもそれが、このスパロボで出てくる、SD 体系で、全部ちゃんと変形合体するってね、鬼のような、もう当時の僕からしたら夢のようなですね、いや、はい、玩具が出たんですよね。それがダイナミックチェンジのゲッタードラゴンだったんですよね。だから僕の中ではもうほんと夢の玩具でして、なのでね、ちょっとこれは、中途半端にやるのはちょっと惜しいなというね。で、まあもちろんね、相当難しい変形型になりますんで、ちょっと今の僕のこの状態では多分できないだろうなと、なんかちょっとぶっ壊しそうな気がね、満々なんでちょっと今日は、やめとこうかなと思いました。ただね、ただで転ぶバスチさんではないよということでですね。はい。あの、スパロボを語りながら玩具で遊ぼうというね、そういう、企画は崩さずに行こうということで、なんかないかなと思ってたこの HG のサイバスター、ね、を、見つけましたので、おお、これだということでですね、HG サイバスターだったらできるっていうことでですね、HG サイバスターの方をちょっとね、遊びながら、ちょこっとね、スパロボについてね、語っていきたいかな、なんていうふうに思います。やはりね、このサイバスターも、もうスパロボの中ではね、もう申し子みたいなね、はい。何せ、スーパーロボット対戦オリジナル機体第1号機ですからね。ここからスパロボのオリジナルっていう、オリジナルロボっていうのはここから始まったんですよね。はい。なので、スパロボといえば、やっぱりこのサイバスターだろうと。ね、いくつかこのスパロボと聞いて、なんかね、中心になる代表のロボっていうのはね、いくつか思い浮かぶかと思うんですけれども、やっぱりその中の代表格がこのね、サイバスターですよね。そして敵ロボの代表格はネオグランゾンっていうね、この対比ですよ。と考えたら、やはりスパロボの話をするんであるならば、このサイバスターっていうのも、正当なね、ものの一つかななんていうふうに思いましたので、ちょっと今回はね、こちらを遊ばせていただきたいなと思います。またね、これ、今回のこのオリ、えっ、と、
生配信に際してですね、これなんで僕 HG のサイバースター手に入れたかっつったら、ちょっとやりたいことが1個あったんですよ。なのでね、ちょっとそちらのやりたいこと、お礼アレンジですね。はい。を、考えてましたので、ちょっとそちらをね、今回の生配信でご披露させていただければなと思いますので、ぜひぜひお付き合いの方よろしくお願いします。あ、いただいてますね。スネマさん、こんばんは。ゲッタードラゴンへの思いがすごい。あ、スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、ゲッターロボね、めちゃめちゃ好きなんですよね。ちょっとね、このゲッターロボ愛も含めてですね、ちょっと話させていただければな、なんていうふうに思います。さてさて。ということでですね、ちょっとこちらはね、また詳しく見るとしてですね、はい。ちょっとね、パッと、今パッとね、出せるものをババッと出してきたんですけれども、よはい、とりあえず、パッと並べただけでもね、これだけバーっと、はい、スーパーロボット対戦のですね、シリーズを、僕の持っているコレクションをですね、バーっと並べました。他にもね、これセガサターンのスパロボの F とかね、あとはプレイステーションの、第4次スーパーロボット対戦とかね、アルファとか、アルファ外伝とかね、あります。まだあります。だからパッと出せたやつをちょっと並べました。ただね、やっぱ僕の中で、やっぱあるのはこれですよね。こちら。記念すべき第1作目ね。ここから始まったんですよね。で、こちらの、はい、スーパーロボット対戦ね。ここから始まった、ゲームボーイから始まったシリーズなんですけれども、こちらがですね、えっと、発売されましたのがですね、あれ2000、こちら発売されましたのが、1991年ですね。1991年。だから、30、で、今年が35周年ですね。35周年ということですね。2025、6だからね。うん。なんで、35だから、ちょうど僕が、ちょっと待ってください。全く頭がね、本当に回ってないですね、今。びっくりするぐらい頭回ってないな。ちょっと待ってください。ですね、35なんで、5なんで、10、ちょうどですね、僕が、小学校、高学年ですね、ぐらいの時に発売されました。ね。で、こちら、第2弾はファミコンですね。当時ファミコンで第2次スーパーロボット対戦。こちらがね、同じく1991年に発売されましたね。うん。という形だそうです。うん。で、この2作ですね、僕も当時、買ってですね、これ遊ばせていただきました。もうね、で、これ多分、実際に僕買ったやつですね、これ。ずっと持ってました。35年間。なので多分ね、中のメモリーとかはもうね、電池切れでもう多分ね、セーブとかできなくなってるものになってると思うんですけれども、ね、やっぱり思い出なんでね、もうずっと持ち続けてるんですけれども、いやー、これね、もう思い出がすごいですね。あ、そうだ、ぜひね、皆さんももしありましたらコメントでですね、
スパロボの思い出話なんかをちょっとね、教えていただけたらな、なんていうふうに思います。はい。こちらのね、スーパーロボ対戦、もうね、小学校高学年なんで、で、もう、ちょうどですね、ロボット玩具からちょっと卒業せざる得ないような状況になった後なんですよね。うん。で、だいたい僕らの時代だとね、小学校3年生ぐらいまでが、あの、ロボット玩具で遊べてた許容範囲だったんですね。で、そっから先はもう、なんだろうな。もうみんなからのね、白い目を、気にしながらですね、もう恐る恐る、おもちゃ売り場とかね、見なきゃいけないみたいな、そういう世界になってたんで、で、僕もですね、小学校高学年ぐらいにちょっと離れざる得なくなっちゃったみたいなね。いやもうずっと未練たらたらずっと引きずって、みんなからね、こそこそ隠れてチェックとかだけはしてたんですけれども、やっぱりね、ガチッと玩具で遊べたのは、やっぱりね、小学校3年生、4年生ぐらいまでだったんですよ。で、もう未練たらたらでですね、ロボットから離れたくないよっていう風に思いながら離れざる得なくなっちゃってた時に出てくれたのがこのスーパーロボット対戦だったんです。で、当然ゲームだったら許されるじゃないですか。ゲームなんだからね。で、ゲームはもう僕らの時ね、もう高学年だろうが、中学生だろうが、高校生だろうが、もうゲームボーイはメインストリームだったんで、もうこれを持ってることには何らの呵責もなかったんですよ。これだと。で、その時に僕こちらのね、スーパーロボット対戦遊ばせていただきました。でね、これ何が素晴らしかったかっていうことをちょっと言いたいんです。ね、このね、スーパーロボット対戦ね、何が素晴らしかったかというとですね、これもう第1作目ですよ。で、このシミュレーションゲームでね、やっていくっていうね、自分の好きだったロボットをこうやってね、実際に戦わせていけるという、これだけでも当時からすると画期的だったんですよね。これです。ね、ちょうどゲッタードラゴンがドムと戦っておりますけれども、これだけでもうね、めちゃくちゃ僕の中では素晴らしかったんです、当時の。でね、これマジンガー、グレートマジンガーですね、これ。うん。なんかもあるんですけれども、いやー、これがね、当時からするともう夢のようなゲームでして、さらにね、さらに素晴らしかったのが、このゲッターロボ。このゲッターロボね、ちゃんと3タイプ、ゲッタードラゴン、ゲッターライガー、ゲッターポセイドンにちゃんとね、変形できるんですよ。変形コマンドがついてて、変形できるんですよ。3パターンにね。だけど、この3パターンに変形するのが、ただで変形するだけじゃないんですよ。なんと、変形コマンドでね、ゲッタードラゴンからゲッターライガーに変形っていう風にコマンドを入れるじゃないですか。そしたら画面が切り替わってね、ちゃんとこれですよ。この画面にキャラクターがこうビューっと出てきて、そしたらピカ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 っつってね、パチーンって言ってね、三方向にちゃんとね、ゲットマシンが分離するんですよ。で、ゲットマシンが3機にこうバーンと言って分離して画面外に飛んでいって、さらにゲットマシンがこう画面外からこう中央に向かって移動してきて、ガチンっつってバチ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 っつってライガーに変形したりするんですね。つまり変形シーンが第1作目からあったんですよ。これが熱すぎたんです。当時の僕からすると。ロボット玩具で遊べなくなって、でもロボット玩具に未練たらたらで、もやもやしてた。でも自分の中でも葛藤があって、ロボット玩具で遊ぶと恥ずかしい男なんだという、
自問自答が僕の中にもあったんですよね。うん。離れなきゃいけないんだ。離れなきゃ恥ずかしいやつなんだっていう自分の自己へのね、あの、なんか自分自身も離れろ、離れろって、言ってたんですよ。だから、心の中で天使と悪魔みたいな感じでいたんですよね。で、そういう葛藤が自分のね、自己の中でもある中でですよ、このスパロボが、遊ぶのが許されているゲームボーイという中で、ロボットでちゃんと敵と戦わせることができて、技も出して、ビームとかも発射して、敵を蹴散らして攻撃して倒せて、それを自分で操ってですよ。で、さらに変形合体する。分離もできる。で、分離するときにちゃんとパチーンつって分離してくれる。ゲットマシンに分離して再合体してくれる。変形もする。で、ゼータガンダムとかもちゃんとウェーブライダーに変形できる。ね。こんな素晴らしいことはなかったんですよ。だからね、だから、おもちゃで遊べなくなった僕にとって、これはゲームボーイの中にあるおもちゃ箱だったんですよ。要は。でね、しかも、ね、SD じゃないですか。だからね、僕の中では結構ガン消しって感じなんですよね。ガン消しで遊んでる感じ。脳みその中はね。で、しかもそのガン消しがちゃんと変形できる。変形ギミックを備えたガン消し。で、しかも戦わせるとビームとかも発射するガン消しっていう、とんでもないバリューを含んだですね、ものだったんですよ。だから僕の中でこれは、ただのゲームじゃなくてですね、玩具なんですよ。玩具。で、これがあったから僕はですね、非常に救われました。で、その当時、ガンダムはもちろん知ってますし、見てました。ね。で、ね、ダブルゼータガンダムとかはもうリアタイ世代なんで、ダブルゼータ見てて、で、初代ガンダムとかゼータとかも、おいおい見ました。ね。だからガンダムはかなり知ってたし、マジンガー Z はね、言わずも知れた、ね、僕の中でも結構、古のロボなんですけど、でもマジンガー Z はね、僕のいとこの兄ちゃんとかもめちゃめちゃね、好きで、玩具とかも持ってたんで、マジンガー Z も親しみがありました。だからマジンガー Z はめちゃめちゃ知ってたし、ガンダムはもちろん全部知ってましたし、ガンプラも作ってたし、SD ガンダムのね、ガン消しとか BB 戦士もめちゃめちゃ流行ったし、もうなんだったらそのね、リアタイ世代というかね、ど真ん中で、誕生を見てきた世代だったので、もうもちろんバリバリしてたんですけど、正直言うとね、ゲッターロボは知りませんでした、僕。ゲッターロボはね、まだこのスーパーロボが出た段階だと、他の2体に対してね、ちょっとマイナーだったんですよ。ゲッターロボは。だからその他にいろいろあったロボット、昔のロボットたちの中の1個って感じだったんですよね。だからね、正直僕そんな知りませんでした、ゲッターロボって。だけどね、このスパロボでもうこの3パターンに変形して、3機のマシンに分離するというね、このとんでもない変形機構を持って、もうこれをやってからは、ゲッターロボの虜になっちゃいましたね。うん。で、僕の中ではもう完全にスパロボというのは主人公機はゲッターだと思いました。ね。で、しかも、ここにはゲッタードラゴンっていうね、このゲッターロボ。ね、当時から見てもちょっとアイコンチックじゃないですか。だからシンプルだな、昔のロボだなっていう感じだったんですよ。当時は。当時の僕からするとね。昔の流行ってそうな
ロボだなっていう印象だったんですよ。でも、ゲッタードラゴンが、これに対して、めちゃくちゃかっこよく見えたんですよね。まあ、見えたっていうか、めちゃめちゃかっこいいんですけど、これが、同じように3機にね、変形合体分離するというね、これがね、この中で繰り広げられちゃった。しかも、このね、ゲームボーイ手のひらの中にね、収まるこのゲームの中で、これがね、しかもいっぱいロボットが入ってて、これでね、操れる。もうね、夢の世界だったんです、僕の中では。ここからですよね。だから、まあ、正直ね、僕はもうね、昭和の人間なので、やっぱりね、昔のね、この、個性をね、大事にしないというか、はい。そんでね、平気で人のね、尊厳を踏みにじっても当たり前のね、で、世間様に恥ずかしいことをすることが、ね、最大の罪という形のですね、世界の中で幼少期を過ごしてきたので、やっぱりね、僕もそれに習っちゃってですね、玩具から卒業せざるを得ない人生だったんですけれども、その中においてでもですね、ロボットに対して興味が、はい、失われなかったのは、間違いなくこれのおかげです。スパロボがちょうどタイムリーに、心の渇望がね、あって、ずっと揺れてた時代に突然ね、出てきたんですよ。これのおかげで本当命救われたみたいな感じなんですよね。僕にとっては本当に大切な大切なね、はい、お宝です。これがね、もう本当に語ればね、語り尽くせないぐらいあるんですよね。思い出が。皆さんにもね、きっと多分いろんな思い出があるかななんていうふうに思うんですけれども、もうね、全部に対して言えちゃうんですけどね。いろんなね、人生における思い出が乗っかっちゃってるんですよね。うん。コメントいただいてますね。おとっかめライダーセイバーさん。たくさんのスーパーロボット対戦素晴らしいです。大丈夫ですか？俺がった研究所さん、すみません。終わったらゆっくり休んでください。ありがとうございます。そうですね。今ですね、頭痛薬をちょっとね、飲んでここでですね、一旦準備をして、で、一旦座って、で、ちょっとやりながら、様子見ながら、できるようだったら、やっぱり予告通りやろうなんて思いながらですね、ここ座って、ちょっと体が落ち着くまで様子見てですね、判断しようと思ったんですけど、ちょっとね、生配信スタートする時間になっても体が回復しないというかね、なんかこう、ごまかせそうになさそうだなと思ったので、ちょっと路線変更させていただくという決断に相至りまして、申し訳ございません。ありがとうございます。お心遣いいただきまして。MKMK さん、スパロボ懐かしいな。あ、どうも MKMK さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。おとっかめライダーセーバーさん、すみません。スパロボはやったことないんですが、仮面ライダー、ウルトラマン、ガンダムなどの、共演作のゲームで遊んでいました。自分はずっと好きなのは離れていないです。すみません。卒業したら何もないですね。あ、はい、あれですね。なんだっけ、スーパーヒーロー戦記か。スーパーヒーロー戦記ですよね。で、なんかね、いろんなシリーズがあったんですよね。で、キャプテンロアとかが出てくるやつですよね。僕もやってました。あれ、スーパーファミコンとかで出たやつですよね。それも僕当時持ってましたね。
あれもね、やっぱりこう、SD ガンダム流星の頃だったんで、もうめちゃめちゃ思い出に残ってますよね。あれも良かったです。でね、当時は仮面ライダーといえば、もう圧倒的主人公ポジにいたのが、仮面ライダーブラック RX だったんですよね。でやっぱ RX はちょっと別格っていう感じがやっぱ僕の中では未だに残ってて、だからこう歴代の仮面ライダーとかがずらーっと並んでも、やっぱ僕仮面ライダーって言われたら、やっぱ真ん中に来る主人公格というかね、代表者格って言ったら、まあ、初代の仮面ライダー1号か、仮面ライダーブラック RX か、仮面ライダークーガー。この3人なんですよね、僕の中では。僕の中では圧倒的にこの3人が、もう代表者格なんですよ。頭一つ二つ飛び抜けて。その中でもやっぱカメラダブラック RX がね、流星を極めてた頃なんで、やっぱ僕はその頃ね、やっぱこう時代の空気がすごい好きだったんですよね。うん。まあその頃においても、カメラダブラック RX もすごい好きだったんですけど、やっぱ僕はね、仮面ライダーストロンガーがめちゃめちゃ好きだったんですよね。というのは余談なんですけれども。うん。いや、もうめちゃめちゃそこら辺の SD 関係っていうのはもうやっぱめちゃくちゃ好きでしたね。うん。僕もやりました、スーパーヒーロー戦記は。うん。あ、男仮面ライダーセバンさんはずっとね、幼少期の頃からずっとロボ玩具をね、ずっと離れていないとかって。いや、それはね、すごく素晴らしいことだと思いますね。うん。やっぱね、離れないでずっとこのね、ロボ活、オタ活をされ続けて、ね、何十年もね、やってたっていう人がいたから、やっぱりね、文化っていうのは、存続してたんでしょうしね。うん。やっぱりね、まあ、子供たちからの売り上げっていうのがメインなのは間違いないと思うんですけれども、やっぱりこうね、そこに大人たちのエッセンスっていうのがやっぱ入ることによって文化の幅が広がっていきますからね。うん。いや、そういう意味では、やっぱりそういうふうにね、ずっと続けられてた方っていうのは、非常にね、素晴らしいものだな、なんていうふうに思います。チャーさん、こんばんは。ゲッターロボならゲッターロボ5推しです。スパロボ愛めちゃめちゃわかる。あ、チャーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ゲッターロボ GO ね。素晴らしいですね、ゲッターロボ GO。いや僕もね、ゲッターロボ GO に見せられた人間なので、もうね、漫画も全巻買いましたしね。うん。で、この間もね、ゲッターロボ GO、はい、レビューさせていただいて、超合金魂もね、今度ね、タイミングが来たら、ぜひね、生配信レビューしたいな、なんていうふうに思ってるんですけども、やっぱね、ゲッターロボ GO も、うん、素晴らしいですね。うん、これはもう本当に、めちゃめちゃね、わかります。でね、今回やろうと思っていた、このダイナミックチェンジシリーズ、シリーズとして、初代のゲッターロボと、ゲッターロボ G と、それと、新ゲッターロボですね。この新ゲッターロボと、あとね、その他に、あの、新しい方の新ゲッターロボが出てるんですよね。で、この4つラインナップされてるんですよ。ね。で、僕ね、その中で、新しい方の新ゲッターロボだけ持ってないんですよ。で、初代ゲッターロボも持ってなかったんですけど、この間再販かかったやつをポチらせていただいて、それが来る予定です。はい。なので、まあ、初代とゲッターロボ G と新ゲッターは持ってるんですよ。だから新しいゲッターロボだけ持ってないんですよね。うん。だからね、その新しい方の新ゲッターロボ。
はもう、なんとかね、再販かかってくれないかなっていうふうにすごい思ってるんですけど、それをともにですね、ゲッター、同じシリーズで、ゲッターロボ GO と、あと、ネオゲッター、出てくんねえかなーってのはね、すごい思ってるんですよね。うん。だから意外と、なんかまあ、ゲッターロボ GO は、他のゲッターに比べたら機構がシンプルなんで、できるような気がするんですよね。で、ネオゲッターロボって、ゲッターロボ GO のリファインみたいな感じじゃないですか。なんかゲッターロボ GO と、なんかゲッタードラゴンの合いの子というかね。で、リファインされた感じじゃないですか。で、デザインはもう僕の中でですよ。あくまで個人的な話なんですけど、デザイン的にはなんかね、僕、ネオゲッターローが一番かっこいいと思ってるんですよね。だけどね、立体物が、まあ、それは当たり前なんですけど、変形合体できる立体物があるわけないじゃないですか。だから、もし、ネオゲッターで、ちゃんと変形合体ができるようなシリーズって言われたら、もうダイナミックチェンジしかないんですよね。いや、だからね、なんとかシリーズ復活してくんねえかなと。なんかね、今ね、あの、ね、あれですよね、メカスマの方で販売、再販かかったんですよね。だから、メカスマの方でなんかやってくんないかなと。なんかシリーズ継続してくんねえかなっていうのはちょっと思っています。いや、でもね、それぐらい、もうあれですね。大好きです。僕もゲタロボ GO。えっと、男仮面ライダーセーバーさん、ゲッターロボの実写版企画ありますが、どうなったか気になります。そうなんですね。ゲッターロボの実写版企画なんてあるんですか？へえ、それ初耳。でもちょっと、なんか、ゲッターロボで実写ってあんまりなんか、想像つかないですね。なんか、僕の中でやっぱりゲッターは石川先生ワールドなんで、まあ、長いゴーワールドなんですけど、どっちかやったら石川県ワールドなんで、なんか、あれ、石川ワールドを実写は無理な気がするんですよね。どうなんだろう。できんのかな。まあ、才能がある方がやったらできるのかもしれないけど、僕みたいな凡庸な人間にはちょっと想像がつかないですね。チアンさん、ゲームならって思いはザ・グレートバトルでも感じました。チワワさんの場合はもうそれはザ・グレートバトルだったんですね。ああ、それは素晴らしい。スーパーファミコンの頃ですよね。いいですね。ザ・グレートバトル。あの、あれですよね。キャプテンロアとか、あと、あの、カメラダブラック RX でなんか、あとガンダムだと F91 のがあれですよね。モチーフで出てきたやつでしたっけ？で、なんか何種類かあったんですよね。で、なんか、ナイトになった、なんか騎士版のキャラデザになったやつですよね、確か。とかもあったです。なんかちょっとね、うろ覚えで今喋ってますけど、確かそうだったんですよね。で、なんか、あの、なんだっけ、キャプテンロアがね、乗って、でかいロボが出てくるんですよね。なんだっけ、なんかでかいロボが出てきて、名前が全然出てこねえ。すいません。
で、それがね、後にコンバートして、かっこよく、大張さんにリファインされたというね。うん。すいません。うろ覚えで全然名前が出てこなくて。で、なんか、いろいろパターンあったんですよね。確か何種類か。まあ僕もね、そうですね。やりました。めちゃめちゃ。いや、ザ・グレートバトルも良かった。だからあの頃の、うん、あの頃の時代の空気とか、やっぱ活気がありましたよね。あの当時でも、やっぱり結局そのロボットアニメっていうのが、一旦こう、メインストリームからちょっと外れちゃった時代な感じがしてたんですよね。まあ、ガンダムは、まあ、残ってましたけど、F91 とかね、逆襲のシャアとかがあって。だけど、あれはね、それでもやっぱり昔のね、コンバトラー V とか、ボルテス5とか、ね、長浜ロマンロボシリーズ、ね、とか、まあ、プラモデル全盛期とかの、あの頃のね、そのメインストリームにロボットアニメがあった時代は、ちょっと昔って感じがしてたんですよね。うん。その頃に SD っていう文化が生まれて、そこから爆発的に子供の中に SD のね、文化が広まって、やっぱそこでね、ガンダムと仮面ライダーが SD で仮面ライダーと、ガンダム、仮面ライダー、ウルトラマンが SD で爆発的にリバイバルしたんですよね。うん。で、子供たちの中で SD から入った人ってかなり多かったと思いますね。うん。僕らの時って実はね、仮面ライダーも下火だったんですよ。ね、僕がリアタイした仮面ライダーってスーパーワンだったんですね。で、スーパーワン以降、マニアックな人の作品になっちゃったんですよ。うん、やっぱりこのね、新仮面ライダー序章とか、ZO とか J とかっていうね、知る人ぞ知るみたいな感じの作品だったんですよ。だから仮面ライダーブラックが出てくるまでは、もう完全に下火の状態だったですね。で、仮面ライダーブラックが出てドンと跳ねて、RX でまたドンと跳ねたんですけど、やっぱね、僕らの世代、谷間の世代は仮面ライダーってそんなに経由してなかったですね。だからそこに、やっぱりこのゲームで SD の世界でガンと来たことによって、だからそんなにこう、ロボ文化、ヒーロー文化に触れてない子供たちにもリーチしたっていう感じがあったんで、やっぱこう SD の文化って発明ですよね。これの、この発明はすごいものがあったなと思います。なのでね、ちょっとそれの申し子みたいな感じですよね。ザ・ヒーローバトルとか、ザ・グレートバトルみたいなやつはね。うん。あ、おと仮面ライダーセイバーさん。お宝で永久保存版ですね。スパロボのガンダムかわいいです。あ、ありがとうございます。もうね、これはもうずーっとね、大切に保管して取っといてあるものなんですよね。いやーもうね、うん、これはちょっと多分もう墓の中まで持ってくだろうなというやつらです。僕の中では本当に大切なね、思い出の品みたいな感じですね。チャーさん、スパロボ F の攻略本にマジンガーゲッターコンブイの書き下ろしイラストが載ってて、これが三大ロボの初めての出会いでした。なるほど。スパロボ F のね、やつってことだ。あるかな。スパロボ F の完全攻略ガイドとかザ・コンプリートガイドみたいなやつですかね。多分、なんか僕ね、何冊か持ってるんですよ、攻略本も。まだ大事に取っといてあるんですよ。その中に載ってるやつかな、きっと多分。
あ、なるほど。でも攻略本って良かったですよね、当時のね。うん。もうね、攻略本は夢のような本で。だから僕もね、もうほんと本屋に入り浸っては攻略本を読み漁ってましたね。はい。あとね、ファミ通とかゲーメストとかね、そういうのも読み漁って。いや、ファミ通とかゲーメストが、あってくれたおかげでですね、僕の近所の本屋は、そのね、ゲーム雑誌コーナーの窓なりに、そのホビー雑誌コーナーがあったんですよ。だから、僕はね、本屋に行って立ち読みするじゃないですか。で、その時に、あの、ゲーメストとかのね、大判の雑誌の中に、ホビー雑誌を入れて、ゲームの雑誌を見るふりして、ホビー雑誌をこう、立ち読みするっていうね、そういう小賢しい手をやってましたね。ものすごい怯えながら見てたっていうのを思い出しました。あ、でもね、そうそう。あの、もう毎日本屋に立ち読みに行って、で、まあ、定番でしたね。ゲーム雑誌コーナー行って、ホビー雑誌コーナーを怯えながらチラチラ見て、で、その後攻略本コーナー見て攻略本をずーっと読むというね。そういうのをちょっとやってましたね、幼少期の頃。やっぱね、昔のこの攻略本っていうのはね、めちゃくちゃ素晴らしいこの情報源だったんですよね。でね、ゲームに関係ない情報とかがめっちゃ載ってるんですよ。ちなみに情報みたいなのも。だからね、あれがなんかこう、アーカイブ辞典みたいになってたんですよね。だからもうね、スパロボの攻略本とかね、めちゃめちゃ好きで。でね、何社かが出すんですよ。だね、それ何社かを何冊も持ってましたね。だね、各社、なんかこのね、中に入れる情報で差別化していくんですよね。うん。僕も、そのね、攻略本系は大好きです。やっぱりチアワさんもそうなんですね。でも、チアワさんの年で、スパロボ F って結構早いですよね。で、スパロボ F、僕中学校の時でしたもんね、きっと。でもそっか。でも小学校の真ん中か、もうちょい下ぐらいですか？チアワさんの頃って。で、スパロボ F って、言ってしまうと、この第4次スーパーロボット対戦のリメイクというか、アレンジ版なんですよ。で、第4次スーパーロボ対戦がスーファミで出て、で、それが、プレステに移植されたんですね、第4次が。で、第4次がスーファミの最後のスパロボなんですよ。で、それが、あの、プレステにも移植されたんですね。その時が、この奇水域というかね、スーファミとプレステが登場して、で、スーファミがもう最後のね、最後っぺんの世代になって、もう世の中はプレイステーションに移行された頃に第4次が出たんですよ。で、第4次はもうその時にはもうフルスペック、もうスーファミの機能全てを使ったみたいな感じのゲームだったんですね。で、それがプレイステーションに鳴り物入りで移植されたんですけど、ただね、第4次ウィンキーの最後のスパロボになっあの、ふわえっと、メインで作る最後のシリーズになったんですよね。で、その第4次スーパーロボ対戦、プレステに移植された後に、ちょっとね、大味だったんですよ。あの、ちょっとゲームバランスが崩れてたというかね、第4次スーパーロボット。僕は別にそんなこと思ってなかったんですけど、まあゲームにうるさい人からすると、だいぶバランスが崩れた仕様だったみたいなんですね。なので、まあここら辺もひっくるめた上で、さらにね、もうちょっとボリュームを増やして、
バランスも調整して、さらに難易度も上げた形で、セガサターンでもう一回、リメイクされた、リメイク版第4次スーパーロボ対戦がスパロボ F なんですよ。スーパーロボ対戦 F。で、これが、まあ、最後の作品になったというかね、ウィンキー世代の最後の作品になったんですけど、なんで、おそらくこのシミュレーションゲーム的な形でのスーパーロボット対戦っていう意味で言えば、多分一番難しかったやつなんですね、スパロボ F って。スパロボ F と F 完結編。うん。で僕も、セガサターン、僕、セガサターン持ってなくて、で、友達がセガサターン持ってて、しょうがないから、友達ん家に行って、ソフトだけ買ってね、友達ん家に行って、友達ん家でやらせてもらうっていうね。いや、超迷惑なことやってたんですけど、それでやってましたね。で、めちゃめちゃ難かったの覚えてますけど、それ、だって小学校低学年できる、すごいね。チャーさん。チャーさん早いんだよな、なんかいろいろね。素晴らしいと思う。嗅覚がすごいんだろうね、嗅覚がね。うん。おとっかめラダーセーバーさん。よかったですね、俺方研究所さん。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。スネマさん、スパロボのおかげで今のバチさんがあるのですね。ありがとう、スパロボ。ありがとうございます。この子のおかげなんですよ、本当に。だってね、多分、スパロボがなければ、多分僕ね、ロボット界に火が消えてた可能性ありますよね。うん。だってスパロボっていうシリーズがこの世の中にね、出てこなければ、きっと多分ゲームでも生き残れなかったんで、ロボットの世界が。ってなったら多分、他のね、友達たちが好きなものっていうのに感化されて、まあそっちに行っちゃってましたよね。だからもうね、サッカーしか見ないとかね、ボクシングしか見ないとか、そんな感じの世界に多分なってたと思いますね、今のバッチさんは。まあでも、うーん、こんなに人生豊かにはならなかっただろうな、そっちの世界線のバッチさんは。だからね、スパロボが出てくれたおかげで、こんなに楽しい人生にさせていただいてるんで、いやーもう、バンプレスト様々ですね。本当に。ありがとう、バンプレストって感じです。もうね、バンプレストもなくなっちゃいましたけどね。悲しいな。なんか、寂しいですね。もうバンプレストもないし、SNK はね、石油王に持ってかれちゃったしね。カプコンもね、ほとんどの株はね、中東に持ってかれちゃいましたしね。だから日本人のためのものじゃなくなっちゃったんですよね。なんか、寂しいな。なんかね、なんか世界の人たちとね、共有しなきゃいけないみたいな感じの、じゃないですか。全部。ガンダム、ガンプラもそうだしさ。ね。だけど、まあね、子供がね、の人口が減ってるし、経済も30年でね、ガタガタになっちゃって、どん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 ね、しょぼくれてってしまっているっていう現状を見ると、ね、外国のね、外貨をこう、引き入れないと文化がね、持続しないみたいな世界作られちゃったんで、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。だけどさ、なんだろうな、気の合う仲間たちでさ、キャッキャキャッキャやってたのに、それは排外主義だとか言って、全然知らんやつを輪の中に入れなきゃいけないみたいな感じになって、俺たちでキャッキャキャッキャやってたのが、なんか知らんやつまで混じってキャッキャキャッキャが始まったら、いつの間にか全部取り上げられて、そっちのなんか知らん外人たちがキャッキャキャッキャやってるのを、俺たちがなんか隅っこの方で指くわえて見てるみたいな世界に
なっちゃうんですよね。実際なってるじゃないですか。ね、スト2もそうでしょ？スト6は素晴らしいんだとかっつってやってますけどさ、もう日本人メインじゃないですからね、あれ。中東の人とかがメインですからね。うん。あれもそうですよね。あの、スト2だけじゃなくてね、あれもそうですよ。キングオブファイターズとかね、画廊伝説とかね、うん、竜子の剣とかも全部持ってかれちゃいましたからね。全部取り上げられちゃって、もう日本人のものじゃなくなっちゃった。なんか情けないですよね。でもバンプレストもなくなっちゃったから、スーパーロボ対戦のね、息吹もなくなっちゃいましたしね。まあ今はね、玩具で生きてますし、この間ね、超合金魂で流行のね、出てすごいね、超絶機構だなんて言ってね、すごい騒がれてましたけれども、そういう意味でね、玩具で生き残ってくれてるっていうのは、本当にこう、ありがたいなっていうふうに思いますもんね。まあ、そういう意味では、僕の中でこのね、主人公ロボの一つである SRX。これの、まさかの完全変形合体が、ね、夢にまで見た完全変形合体がね、2種類ね、センチネルと、あとね、SMP で2種類出たっていうね、同時期にね、っていう夢の世界の話もあるんで、ちょっとね、このセンチネルと SMP の方の、うん、生配信とかもね、ちょっと機会があれば、生配信、やりたいな、なんていうふうに思ってるんですけどね。そういう意味で立体物の方でスーパーロボ対戦生きてるぞというね。うん。そうですね。なんか、もっとなんか活気、ロボット業界が活気戻ってほしいな。本当に。ね。でもスーパーロボ対戦がやっぱりね、こう下火になっちゃったっていうのも、まあね、僕の中でやっぱね、スパロボアルファ外伝が、スパロボの中では最高到達地点なんですよ、なんとなく。で、そっから先いろいろ出ましたね。いろいろ DS とか、ね、もう出たんですけれども、やっぱアルファ外伝を全く超えられないんですよ、僕の中では。で、なんでかっていうと、スパロボの魂がアルファ外伝で終わっちゃったんですよ。魂が。ね、そういうこと言うと、このね、L とか W とか、すごい大傑作じゃないかって言われちゃうんですけど、それは大傑作だと思います。面白いと思います。うん。スパロボというゲームの上では面白いと思います。うん。だけど、なんだろうな、先ほどもなんでスパロボが僕が好きになったかっていう経緯から言わせてもらったね、先ほど言いましたけど、その経緯からはね、わかるように、僕は別にね、シミュレーションゲームがしたいって言ってんじゃないんですよ。別にシミュレーションゲームだったからスパロボが好きになったわけじゃないんですね。シミュレーションゲームがすっごい楽しいからスパロボっていいゲームだって思ってやってたわけじゃないんですよ。はっきり言うと、シミュレーションゲームの部分はおまけなんですよね、僕から言うと。あの、なんだろう、ガン消しがあって、そのガン消しを使って、なんかこういうコマ遊びができますよって言われてるようなもんで、そのコマ遊びに使うフィールドマップの、ね、おまけでついてきたフィールドマップと、ゲームルールブックみたいな感じで、もしあったとしたらね、シミュレーションゲームってなんかそのおまけの部分なんですよ。ガン消しを使ってこういう遊びをしてみようみたいな感じの、そのおまけの部分がシミュレーションゲームの部分で、メインはロボットをゲームの中で操作できて遊べるっていう部分なんですよ。メインは。ね。
だからそれがアクションゲームでもシミュレーションゲームでも良かったんだと思うんです。でもシミュレーションゲームの方がゲームの世界の中でロボ玩具を遊ぶっていうフォーマットには一番適していたんですよ。シミュレーションゲームという形が。ね。コマンドを選択することによってカチャンカチャンと変わる、接する、戦うっていう、この一個一個の動作をこう命令する形でやるっていうのがロボットを遊んでいる感覚に一番近しかったのがシミュレーションゲームっていう形だったんですね。っていうものだったんですよ。だからその部分を大切にしてほしかったんですよね、一番。だからウィンキーってすごかったのが、こんなスーファミの頃にアニメの時の合体シーンとかを小窓で表現してたんですよ。で、これなんてとんでもなくて、このゲームボーイでは、この変形するときにピコピコピピコピコピっつって、ゲットマシンがピューンピューンっていう風な簡単なアニメーションだけだったんですね。でもそれでも僕の中ではとんでもなくすごい革命的だったんですけど、これがね、ファミコンになったら、なんかちょっとね、3D ホログラフィックみたいな世界をこう縦横無尽にゲットマシンが飛んでって、最後、上にこうやってピピ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 ピってちゃんと3体のゲットマシンが縦に合体してカチーンつって変形するっていうのをやってたんですよ。ファミコンですよ。ファミコンの世界でとんでもない変形グラフィックスをやってたんですよ。ファミコンですからね。で、しかも第3次とかに至っては、コンバトラー V の変形合体アニメーションとかをスーファミで再現してたんですよ。アニメで。1回しかできないんですけどね。第3次の時はコン V の変形合体、容量の都合上1回しかできないんですよ。コンバトラー V 登場回のみ、できるんですね、それが。でもこんなね、で、第3次ではさらにね、第2次からパワーアップした、ゲッターロボの変形シーンとかも出てくるんですよね。だから、こんな容量の限られた、スペックの限られたね、ゲームで、ちゃんとロボットの変形合体を再現してくれてたんですよ。第4次に至っては、僕の魂のロボであります、ダンクーガ。このダンクーガをものすごい限られた容量なのにもかかわらず、ちゃんと全部分離まで再現した上に、各々のコロボの3パターンの変形まで再現してるんですよ。一番容量食ってるんですよ、こいつが。でも、このスーファミの世界の中でダンクーガの変形合体ロボ遊びが全部できるんです。しかもね、グラがかっこいいんですよ。多分、今でもダンクーガのグラの中で一番かっこいいかもしれないぐらい。それぐらいのね、かっこいいダンクーガだったんですよね。僕の中の魂のロボ。だからね、僕はスーパーファミコンの中でロボで遊んでたんです、スパロボは。で、それの遊ぶストーリーを提供してくれているから素晴らしかったんですね。趣味玉なんつってたんですけど、そう。シミュレーションゲームじゃなくて趣味玉なんですよ、これは。ほら、ここ書いてあるじゃないですか。決定版、趣味玉シリーズって。シミュレーションゲームではないんですよね。で、スパロボアルファの時には、それがね、最高潮に達してたんですね。最高潮に。で、もう、あらゆる変形とか合体とか、
でもう、このね、各、ガンダムのコアファイターまで再現してたんですよ。だからこのね、コアファイター系のやつをね、含んでいるね、モビルスーツは、破壊されると、コアファイターが残るっていう仕様なんですよ。それぐらい、もう徹底してるんですね、アルファって。だから多分、この今言ったような、そのスパロボの中での僕の遊び方の一番最高潮をやってくれてるのがアルファなんですね。うん。アルファガイデンもそうなんですけど、でもね、ここで終わりました。その遊びは。で、それ以降発売された、スパロボはほとんどですね、オミットです。変形とか合体とか。変形はありますけど、変形ってコマンドをやったら、マップ上のコマがカチャンと変わるだけ。で、下手したらそれもない。合体とか変形っていうもの、そのものがオミットっていうパターンになりました。なんでかって言ったらゲーム性として合わないから。うん。で、その変形とか合体っていうのをゲームの中にうまく落とし込めないから。で、次に出てきたのが戦闘アニメーションがいかに長く綺麗にかっこよくなるかっていうのと、挿入されるキャラクターのおっぱいがどれだけ揺れるかとか、そういう話になりました。だから、そうなると、やっぱ僕の手からまたスパロボが逃げてっちゃうみたいな感覚があったんですよね。うん。毎回毎回それでちょっと一回がっかりするっていうのが、だいたい常になってきたんですね。で、そのね、気持ちをちょっと、溶かしてくれるような要素としては、例えば変形合体するロボに関してはね、戦闘の中で一回分離して合体するとかっていう、その戦闘アニメーションの中に合体のシーンを含んでくれるとかっていうのはあったんですね。そういうのは出てきたんですよ、後年ね。それは確かにいいなって思います。いいなって思うんですけど、それはアニメなんですよ。でも僕は玩具なんですね。だからなんだろうな、その戦闘の中で分離して合体するっていうのは、なんか見せられてるものなんですよね。人が遊んでいる様を見ている感じなんですけど、こういうね、ウィンキーのスパロボとか、スパロボアルファとかは、自分が遊んでいるんですよ。自分が遊んでるのか、他者が遊んでいるものを見るのかの差ぐらいあるんですよね。だから、変形合体を再現してくれてるっていうのは嬉しいんですけど、そうじゃねえんだよという感じがしてるんですよね。だからスパロボも、ちょっと形骸化しちゃったかなと。でも、ね、ゲームとして成り立ってたものだから、どんどんゲームの人、ゲームで入ってきて、ゲームなんだ、ゲームとして面白くなきゃ、シミュレーションゲームとして面白くなきゃっていうなんかのが、声がでかくなっちゃって、スパロボシュミラマじゃなくて、シミュレーションゲームになっちゃったんですよね。だからスパロボは多分、ゲームの人のものになっちゃったから、多分ゲームの人が飽きたら衰退するだろうなって思っちゃったんですね。なんか、まあ、容量食っちゃうかもしれない。シミュレーションゲームとしては、あんまりこうゲーム性に落とし込めないかもしれないけど、この魂は残してて欲しかったなぁと。ゲームバランス崩れてるよとか、これ変形することに何の意味があるんだとか、っていうのは一旦置いといて、
とりあえずできるようにはしといてほしかったんですよね。で、できるけれども、やらない方がゲームとしては成立しますよ。でも別にできますけどねってやっといてほしかったんですよ。ちょっと容量食っちゃったとしても、やってほしかったんですよね。でもそれをやめちゃった。オミットしちゃったのが、ちょっと僕の中ではスパロボ、ああ、そうかと。でも、ガンプラもそうですよね。変形合体は、もうオミットしちゃって HG のね、新しいシリーズからオミットして、差し替えですよね。それでいいじゃん。だって可動に邪魔だもんね。これが入ってると腰可動がなくなっちゃうもんね。パーツ数が多くなっちゃうもんね。プロポーションが悪くなっちゃいますもんね。だから差し替えでいいじゃないか。で、差し替えの方がいいよっていう人たちの声の方がでかくなったからああなったんじゃないですか。うん。ってなると、まあ、じゃあ別にそれはいらないかなってなっちゃうんですよね。うん。そうすると、ロボットが好きでガンダムを追っていた人は多分いなくなって、あロボットアニメとの付属物として好きな人たちだけが残っていくものになっていく。高尚なものにどんどんなっていくんですよね。でもその高尚なものって最終的にはガレージキットとか、もう稼働すらいらないってなってくるような気がしますよね。うん。となるともうどん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 先鋭化していく道しかないじゃないですか。なんかね、全て同じように見えちゃうんですよね。スパルボのこのね、こんなに宝物みたいな世界がね、収縮しちゃったりなくなっちゃったりしていくのが寂しくて仕方がないんですよね、僕はね。だから僕はね、こういうのまた遊びたいんですよね。こういうのでいいから出してほしい。もう別にコンシューマーソフトじゃなくていいんですよ。もう本当iPhone アプリでもいいんです。こういうので遊びたいんですよね、僕はね。ゲーム性なんて発揮したらどうでもいいんですよ。シミュレーションゲームの素晴らしいのやりたかったら別にそんなのやりゃいいじゃないですか、他のね。素晴らしいシミュレーションゲームいっぱいあるんじゃないですか。そっちやりゃいいんですよ。ファイアーエンブレムやってりゃいいじゃん。シミュレーションゲーム性なんてどうでもいいんですよ。僕はゲームの中でロボ玩具で遊びたいのっていう話。それができてたのがスーパーロボット対戦の良いところだったのに、なんでグレートマイトガインに合体したらグレートマイトガインしか使えないんだよって。なんだよ、あのグレートマイトガインの合体のやつ、ずーっと字面だけであって、で、いよいよ合体かっつったら、ピコンって、ピコンってなって、そしたら、おお、合体したとかっつって、それからはもうグレートマイトガインしか使えないんですね。なんだよ、それっつって。グレートマイトガインだぞと。変形合体するロボットだぞということを僕は言いたいんです。これ以上言うとまたなんか過激発言なんかやめよう。はい、フォトカメラダセーバーさん、スーパーロボは今も続いていますが、スーパーロボの昔のように輝いていってほしいです。いや、そうですね、本当に昔のね、スーパーロボのアニメ、スーパーロボットのね、アニメとかが、どん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 ね、子供たちに人気になってほしいんですよね。だけども、なかなか難しいですね。もう誰も、もう子供はテレビ見ないですからね。そうすると YouTube だけじゃないですか。だね、YouTube だけになってくると、結局ね、YouTube のおすすめされるものが、子供の世界を作ることになるんですよね。で、YouTube とか、あとは、ね、アプリでも、アプリのおすすめされて、そこで、こう、優位に立ったアプリが子供たちの中で流行って、だからみんなが子供たちの中で話題になって、
あの、共通のね、文化になるようなものが、なんだろうな、日本のものじゃなくなってきてるんですよね。マイクラにしてもそうですし、なんか、あの、結構子供の話題になってるのは外国のゲームとかなんですよね。うん。で、そういうのを結構一生懸命うちの子供とかもやってたりするんですよ。友達との間でね、流行ってるものが全てですから。だけどね、もう全てにおいて言えるのがね、キャラクター性がないんですね。すごいね、シンプルなんですよ。うん、キャラ性がないんですね、すごく。こんなの、だってキャラ性のお化けみたいな感じじゃないですか。ね、日本ってキャラクターコンテンツで、今世界多分トップだと思うんですよ。キャラクターコンテンツは。すべてにおいてね。ね、キティちゃんだってそうですし、マリオだってそうだし、ポケモンだってそうだしね。うんで、他のね、ヒロアカとか、ナルトとかね、ワンピースとか、鬼滅の刃とか、ね、ドラゴンボールとか、もうキャラクターコンテンツのお化けみたいな感じじゃないですか、日本のコンテンツって。だけど、今、新世代を担っている子供たちの一番大事なね、魂の根っこに置かれる文化って育まれるのって多分小学校までのに何を経験したかなんだと思うんですよ。どういう世界で生きたかのってによって多分文化って形成されるものだと僕思ってて、それがね、すんごいプレーンなんですよね。まあ、かろうじてポケモンとかがあってくれるからいいんですけど、なんか外国のものなんですよ。だからね、僕ちょっとね、結構危惧してるんですよね。で、そういうのも結構 YouTube とか、ね、昔はテレビだったじゃないですか。テレビと雑誌。僕らの時はね、コロコロとボンボンとテレビですよ。文化を作ってたのはね。あとはテレビ、ね、ザテレ、テレビマガジンとかのね、子供が見る雑誌ですよ。あっこら辺が文化を作ってたと思うんですよね、子供たちの。あとは、日々行くおもちゃ屋さんになら並んでるラインナップとか、プラモデル屋さんに並んでるラインナップとかですよ。そういうのが子供の文化を作っていたものだったと思うんですよね。だけど今って子供はテレビも見ないし、雑誌も見ないし、買わないし、お店にも行かないんですよ。だから、じゃあ何で共通のね、ものを作ってんのっつったら、やっぱネットなんですよね。ネットとアプリなんですよ。だからなんかこう、サイバー空間の中で醸成されるものとか、おすすめされるもので構成されてってるんですよね。でもそれって外国人が作ってるものじゃないですか。YouTube のおすすめだって外国人が作ったものでしょ。なんかね、キャラクターコンテンツも相場終わるような気もしてるんですよね。日本人の得意性として、なんかそれなりに残るかもしれないけど、今みたいに爆発的な差を生み出せると思えないんですよ。だからこの先って僕はその流行るものがね、子供たちの共通認識の中で流行ってくれるものがロボットであってほしいと思うんですよね。やっぱり一緒になってキャッキャキャッキャしたいから。だけど、なんかもう子供の世界ってネットが支配してるんで、じゃあそのネットの中でってなると、やっぱどこまで行っても他人のふんどしなんですよね。だからね、なんかね、考えれば考えるほど暗い気持ちになってくるというかね、
ね、出口が見えないっていう感じがしてしょうがないんですね。だからしょうがないから、リアルの世界で口伝えでできることだけでもと思うんですけど、やっぱね、圧倒的な数の力には負けちゃうんですよね。だから、なんか、うん、残ったとしても伝統芸能的な感じで、ロボ文化っていうのをなんとか残せるか否かみたいなね、世界になってきちゃうのかもな。でも僕は嫌だな。こんな素晴らしいものが日本のにはあるのに、なんで自らそれをドブに捨てるようなことしちゃうんでしょうね。嫌だな。というね、また、おじさんの悪い癖ですね。悲観論ばっかり言うというね。申し訳ございません。そこまでね、進んじゃうんだよね。なんか喋ってるとね。えっと、えー、男仮面ライダーセーバーさん、スパルボは俺があった研究所さんにとって救世主ですね。ありがとうございます。まさにおっしゃる通りですね。もう本当にそうです。チャーさん、お兄ちゃんがメインプレイヤーで、兄ちゃんはユニットとしてのゲッターロボは大好きでよく使ってましたね。あー、なるほど。チャーさんのお兄ちゃんがやっていたっていう、ところに、チアさんが、こう、参加していったって形なんですね。なるほど、なるほど。そういうことですね。ユニットとしてのゲッターロボは大好きでよく使ってましたね。素晴らしい。素晴らしい含みのあるコメントで。なるほどね。ロボットというよりかは、ゲーム性の中において強いキャラクターだから使っていたっていう感じなんですね。でもまあ確かにね、スパロボ F においても、やっぱシンゲッターはね、すごい使えますからね。確かに。そういう意味でね、使いやすいですよね。ゲッターはね。男仮面ライダーセーバーさん、コンパチヒーローズ。コンパチヒーローズね。ははは。そういうのもありましたね。確かにね。スネマさん、私はスパロボより先にスーファミのバトルロボット列伝というゲームやっちゃってましたね。そのゲームでザブングル、エルガイム、ダンバインを知ってレンタルビデオ店で借りまくってました。おお、スネマスさんらしいね。はいはいはい。ありましたね。バトルロボット列伝ね。SD じゃないやつですよね。はいはい。あったあったあった。はいはい。僕も確かやりました、やりました。ちょっとマイナーというかね、マイナーな方をやってた出してたんですよね。懐かしいな、バトルロボット列伝。で、エルガイム、どっちか言ったらなんかエルガイムが、メインっていうかね、な感じでしたよね。なんか、で、ガンダムとかも出てくるんだけど、なんかこう、敵がね、あの、王子とか王ジェとかが、なんかこう、メインのね、ボスキャラみたいな感じだったんですよね、確かね。あったわ。ちょっと、新スーパーロボット対戦チックなやつですよね。で、なんかこう、あれのやつですね。SD じゃなくてリアルのね、やつで、こう結構マップとかも結構凝ってるやつですよね。なんかうろ覚えですけど、はいはい、やりました、やりました。なるほどね。なんか、スネマスさんっぽいね、バトルロボット列伝を最初に弾くっていうところも、なんか、すごいいいと思います。僕もね、ザブングルは結構リアタイ世代なんですよ。で、僕はアニメとか見てなくて、プラモデルからで知ってたんですね。だけどね、僕の友達がね、ザブングルめちゃめちゃ好きでね、結構ザブングルの主題歌をね、口ずさむやつがいて、なんかね、
それで、ああ、ザブングルってそういうアニメもあったんだぐらいに思ってたんですけど、そうそう、それでバトルロボット列伝で、なんかね、めちゃめちゃ好きになって、で、その後、アルファガイデンでめちゃめちゃ好きになってっていうね、そういう変遷たどりましたね、僕も。ああ、なるほどね。素晴らしいと思います。オト仮面ライダーセイバーさん、仮面ライダーブラック RX はずっとコンパチヒーローズの主役ですね。ああ、そうなんだ。あ、そうですよね。やっぱ RX がね、ずっと仮面ライダーの上ではね、ずっと主役ポジでしたもんね。うん。チアンさん、バトルロボット列伝も懐かしい。ね。まさか、バトルロボット列伝という名前が出てくるとは思わなかった。元仮面ライダーセイバーさん。自分は仮面ライダーブラック RX 放送中の次の年も放送中の時にスーパー生まれました。仮面ライダーブラック RX とは深い縁を感じています。ああ、そうなんですね。やっぱ仮面ライダーブラック RX がメインの世代なんですね。ああ、それはね、素晴らしいですね。やっぱ、ドンと跳ねた時ですよね。仮面ライダーが、ストロンガーでね、一回もうシリーズ終わっちゃったんですね。シリーズ終了みたいな感じでテレビシリーズがね。で、もう終わっちゃったけど、ね、他の OVA とかで知る人ぞ知るでなってたところに、ブラック RX みたいな感じでしたもんね。でもう南光太郎がね、もう本当に石森章太郎さんがもう溺愛していましたからね。うん。だからもうなんか集大成みたいなね、石森章太郎さんの集大成の仮面ライダーって感じでしたもんね。だからその後出たクーガとかはもうなんか新世代って感じになりましたもんね。うん。新しく作り直した仮面ライダーシリーズって感じなんで、そういう意味ではなんか石の森世界における仮面ライダーのまあね最終到達地点みたいな感じがブラック RX って感じだったんで、やっぱりそこら辺はね、素晴らしいですよね。やっぱ主役級仮面ライダーのまあ堂々たるねものが RX かななんていうふうに僕も思います。チャーさん、コンパチカイザーです。ね。M ガンジーさんのデザインです。ありがとうございます。そう。コンパチカイザー。そう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 。いや、いいですね。で、M ガンジーさんなんだ。デザインが。そのあれのね、ゲームの方のやつですよね。うん。ゲームの方で、実際に乗って戦うやつですよね。の方のデザインが M ガンジーさんなんだ。ね、今でもね、なんかこう、すごく活躍されてらっしゃいますよね。うん。そうなんだね。いや、素晴らしいデザインでしたよね、あれも。なんか、こう、スーファミの中、ね、制約されたスーファミっていう、あのね、容量の中で、なんかすごいいかにロボットで遊ばすかっていうのを、なんかね、結構ね、展開してたんですよ、昔は。ね、ね、まあ、ザ・グレートバトルとかも、まあ、それですよね。うん。普段、まあ、通常面は横スクロールアクションなんですけど、なんかね、それで巨大戦闘になった時はロボに乗って戦うっていうんで、また別のゲーム性になるんですよ。で、巨大ロボが出てきてみたいな。でね、昔ね、あったのが、なんだっけ、スーパーチャイニーズなんとかっていうのがあったんですよ。ごめんなさい。ちょっとなんだっけスーパーチャイニーズホニャララっていう、なんかね、ファミコンの頃からやってたね、何作か出たシリーズがあって、それのね、スーファミで出たやつがあるんですよ。でね、それがすごくて、今でも覚えてるのがね、これ RPG なんですよ。基本 RPG なんですけど、なんか戦闘面だと横スクロールアクションみたいな感じになるんですけど、すごいのがね、
FF の飛空艇みたいな感じで出てくる、乗り物があるんですけど、それがね、なんかね、ロボにも変形できんの。なんかね、そう、飛空艇みたいな、宇宙船みたいなのから、ロボに変形できて、でね、そのロボでも戦闘できるんですよね、なんか。確かです。だね、なんか、異常にすごい、ソフトがあったんですよ。ロボで遊べる、ロボで遊べて、アクションゲームでもあるし、RPG でもあるっていうね、なんかすごいやつがあったんですよ。ごっちゃにみたいなやつが。だからね、なんか昔はそういう感じで、なんかロボで、その画面の中でロボでいかに遊ばすかっていうのを、めちゃめちゃ考えてくれてた時代だったんですよね。いや、素晴らしいな。オトカメライダーセイバーさん、自分もネオライダー世代で大好きで推しです。仮面ライダー V3、仮面ライダー X、仮面ライダーアマゾン、仮面ライダーストロンガーは再放送で見ていました。悲しすぎですね。あ、なるほど。仮面ライダーのね、昔のやつは再放送で見てらしたってことですね。まあそうですよね。ネオライダー世代だと、まあそうですよね。僕でもそうです。本当に、あの、レンタルビデオでかいつまんで見てた感じですね。ちゃんと見たのは多分スーパーワンぐらいでした。で、仮面ライダーブラックの時は実はもうね、そういうの卒業しなきゃいけないぐらいの年だったんですよね。確かブラック RX がね、ターボレンジャーとね、同じ年代なんですよね。確かですよ。確か。だから、その頃はね、もうほんと恐る恐る見てたって感じですもんね。だからね、仮面ライダーブラック RX は、気になってはいるけれども、がっつりは見れないみたいな、そういうね、なんかこう、狭間の時にやってたんですよね。だからね、もう超もったいない。だけどね、めちゃめちゃ好きでした、僕は実は。密かにめちゃめちゃ好きだったって感じですよね。オトカメライダーセバさん、スーパーロボは今も続いてはいますが、スーパーロボを昔のように輝いていってほしいです。まあそうですね。今はこう結構素晴らしいんですが、やっぱりこう、やっぱりこうね、閉じられた世界の中のものって感じからはちょっとね、逸脱できない部分がありますからね。やっぱ子供の手には届かないですよね。トカメラダセーバーさん、スマホで、スパロボだけじゃなく、ニンテンドースイッチなどでも発売して輝いてほしいですね。まあそうですね。だからスイッチで発売して見込みが取れるまでに行くまでには、もう一個手前で何かがブレイクする必要があると思いますよね。だからそれをどこの媒体で爆発させるのっていうところが難しいところですよね。男仮面ライダーセーバーさん、奥が深いです。スパロボは日本のロボットアベンジャーズですね。あー、確かに。アベンジャーズよりもはるか昔からアベンジャーズですからね。ね。ほんとそうですね。そうだ。言ってしまえばそうですよね。アベンジャーズのロボット版というか、こっちの方が先ですけどね、全然。そういう意味で言うと、そう、例えば、あの、このね、ガンダムとかって、結構その SF シリーズとして出て、でね、ビームの刃で戦うところとかも、なんかこのスター・ウォーズに影響されたみたいな感じで、スター・ウォーズからコンバートされて、なんか影響されて、そのガンダムっていうのは、できたなんていうことを、なんかまことしやかに言われてるんですけど、それ実は違くて、あの、ジョージ・ルーカスがスター・ウォーズを企画した時と、富野さんが、バンダイから、企画を請け負って脚本書いた年って、ほぼ同じなんですって。で、その時には、スター・ウォーズって公開されてないん
ですよね。で、テレビアニメの制作が始まった後に、スター・ウォーズって世の中に公開されたんですって。で、その直後に、あの、ガンダムの、テレビシリーズが始まったんですよね。だから、富野さんが、ガンダムの最初をゲラ作って、アニメをもう最初の作り始めた時って、まだ世の中にスター・ウォーズって出てきてないんですって。でも、その時には当然ね、アニメも書いてるわけですから、当然ビームサーベルとか、ビームライフルとかも出てきてるわけで、だから全く影響されてないらしいんですよ、ガンダムってスター・ウォーズに。だけどなんか世の中ではスター・ウォーズをね、からインスパイアされてできたみたいな感じで言われてるのが、富野さんからすると全く納得がいかないっていう風に憤慨されていたっていうのを思い出しました。すいません、余談です。だからね、アベンジャーズっぽいですよね。確かに、確かに。おとっかみなだセイバーさん。スパロボを昔のように輝かせるには、知らない人たちのためにガンダムたちの紹介と令和で失敗しているアニメをマジンガー Z、ゲッターロボなど昭和の良さと令和のならではにする必要ですね。キャラ性がないと輝いていないですね。確かにですね。うん。だからもう、昔のロボットアニメの時の良さと、それをこう、令和のに求められてるものでコンバートしてたものを世の中に出すべきだっていうことですよね。うん。だからその媒体をどうやって出せばいいのかっていうことですよね。難しいとこだな。で、しかもそれが子供たちに届かなきゃいけないですからね。だからネットフリックスじゃダメなんですね、きっとね。うん。だから、そういう有料コンテンツじゃなくて、無料のコンテンツからなんですね。だから僕の中ではやっぱりこう、もしかしたら、アプリですよね。無料アプリ。無料アプリでこういうのかなって SD で可愛くて、で、子供たちが遊びやすい。で、これを子供たちがリーチするようにめっちゃ金かけてプロモーションするのが変な話、一番可能性高いのかもしれないですね。SD って結構多分、あの、根源的なものだと思うんですよ。ポケモンだってそうですし、マリオが流行ってんだってそうだし。だからマリオとかは、カービィとかマリオとかは、リバイバルちゃんとできてるじゃないですか。世代またいで。で、ポケモンもそうじゃないですか。だから、そこら辺の任天堂コンテンツの、まあ、やり方の素晴らしさっていうので、もう一回このね、スーパーロボット対戦をリブートするアプリで、無料で、子供たちの手の届く形で。で、しかも子供たちが見るのは他のゲームの広告を見るんですよ。無料でやるから。だから何かやるためには、課金する代わりに広告を見るんですよね。で、その広告で出るようにちゃんとプロモーションする。で、この中で、ロボットが変形とか合体とかをする、形を変えるのが素晴らしいっていうのを、より見せるやり方、遊ばせるやり方で簡単にして、簡単なんだけど奥が深い形にして、っていう質の高い無料アプリゲーでロボット世界が再現されたら、で、それをね、第2弾、第3弾と続けていければ、ひょっとしたらあるかもしれないですね。
そうなってほしいな。そうなってほしいな、なんか。山中ゆきおさん。西さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。いよいよ、今週の週明け月曜日、5月4日、自分の27歳の誕生日です。あ、山中ゆきおさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。あ、そして、お誕生日ということで、さらにね、スパチャも頂戴いたしまして、山中ゆきおさん、お誕生日おめでとうございます。乾杯。スパチャありがとうございます。おめでとうございます。あ、そうなんですね。いや、素晴らしい。で、ぜひね、自分のセルフ誕生日プレゼントでね、ぜひね、いろいろロボット玩具を買っていただけたらな、なんていうふうに思います。おとっかめなだせばさん、何でもネットというのもどうかと思います。ロボットアニメシリーズの復活が必要ですね。そうですね。でももうね、ネットしかないですよ、本当に。うん。ネットかゲームか子供の口伝えです。これしかないです。今の子供たちは。これだけですね。だから、うん。子供の世界っていう中だけで言うならば、やっぱネットの世界が甚大ですね。だからなんかね、一つでっかい風穴を開ける必要がありますよね。いや、インターネットっていう仕組み自体は、ね、もうしょうがないとして、だからそこのプラットフォームを全部アメリカのものに頼ってるっていうのが情けなさすぎますよね。YouTube にしても X にしてもそうです。ね。一昔前だとね、Facebook もそうですし、で今だと韓国の LINE でしょ。で、中国の TikTok でしょ。だからもうないんですよ、日本のものが。昔はニコニコ動画とかね、ありましたけど、2ちゃんもそうですけど、2ちゃんは取られちゃいましたからね。2ちゃんは外国に取られちゃって、で、ニコニコ動画はね、もう集落してるし。ないんですよね、やっぱ日本のコンテンツ、プラットフォームっていうのがね。でもね、後発でもネットフリとかはできてるわけで、プラットフォーム化がね。だからそういうプラットフォーム化できるもの、別に世界での共通フォーマットになる必要はないけど、日本の中でね、大流行りして日本の人たちはずっと見るみたいな、そういうね、クローズドコンテンツでいいから、プラットフォームを日本人が用意して、そこに子供たちがそれをメインで見るみたいな形が必要ですよね。もう多分地上波っていうのは無理だと思うんですよね、テレビっていうのはね。なんかしないとダメですね。何かが必要。山中幸雄さん、確かに、フォトカメラガセーバーさん、ドブに捨てないでほしいですね。いや、まあ、ほんとそうですね。もう、悲観論ばっかり言って申し訳ないんですけれども、なんかこうやってね、要素を噛み砕いて、なんかこうね、並べてみると、どうしてもそういう風にしか見えなくなっちゃうんですよね。でもじゃあ、誰、誰のためのものなのかっていうところにね、やっぱ落ち着いちゃうんで、どこまで行ってもね、趣味で作ってるものじゃなくてね、経済活動で作ってるものだから、じゃあね、当然購入する人間のペルソナとかも考案してね、プランナーがね、商品企画作るんでしょうから、ってなってきたら、まあね、玩具好きの人たちが最初、夢見て盛り上がったシリーズだけど、いつの間にかゲームの人に取られちゃうっていうね、遊び場がね、っていうのは、やっぱどうしてもそう時代の流れになっちゃうっていうのはしょうがないんですけど、でもしょうがないから、しょうがないよねって言ったら、衰退してもしょうがないよねっていう風になっちゃってくじゃないですか。だけど、この精神を残してくれていたシリーズであるならば、衰退していっても、やだ、しょうがなくないんだって言って、意地でも買い続ける、買い支えるっていうオタが出てくるはずなんですよ。
だから、そこを自らなんか捨てちゃってる感じがするんですよね。あーなんかな、でもその他の力だけでは、いや、ね、でっかくなっちゃった市場を買い支えるのには、足りないんだよっていうことで切り捨てられちゃうっていうのかもしれないけどね。難しいとこですね。チアさん、兄ちゃんはゲームとして、姉ちゃんはキャラクターやシナリオ、自分はユニット、色とりどりなロボットたち。それぞれにスパロボを楽しんでいました。ちなみに、ロボット知識なしの姉がマーク2と G ディフェンサーの、G ディフェンダーの扱いに困ってて、合体するよと教えたときは嬉しかったです。教えられたときは嬉しかったです。なるほど。結構そのスパロボの要素を三者三様で楽しんでたってことなんですね。それはなかなか面白いですよね。まあ、お姉ちゃんはそうであろうというところで、やっぱこう、同じ家庭内、同じ兄弟内でも、お兄ちゃんとチアワさんでは、やっぱ趣味嗜好は違ってくるんですね。まあそうだとは思うんですけど、ね、同じ家庭環境で、まあね、似たような時代背景で、ね、育ったのに、で、同じ血でね、育ったのに、やっぱりこう、全然違うんでしょうね。でそうなると、ロボット玩具好きっていうのは一体何なんですかね。何なんだろうね。うん。突然変異なのかな。難しいとこですね。いや、それはね、ドハマりしないにしても、なんか絶対好きであるべき、あるんじゃないのって思っちゃったりするんですけど、でもやっぱ興味ない人は本当興味ないですからね。何なんですかね、その根源的なやつはね。それはそれでなんか面白いなとは思いますよね。なんでロボット好きなんだろうね。不思議だなぁ。いや、なんかね、お姉ちゃんのおっぱいが好きっていうのは大体根源的な欲求があるじゃないですか、男っていうもののね。エロいのが好きっていうのは大体みんなそうじゃないですか。でもロボットが好きっていうのは何なんですかね。不思議だわ。でもなんか最近ちょっと思ってたところがあって、ロボット玩具ってかっこいいじゃないですか。このね、見てて惚れ惚れしてかっこいいなっていうふうに思うんですよね。で、作品って感じじゃないですか。一個のこのものが、そのものがさ、うん。変形するとか合体するとか、形がかっこいいとか、それね、一つの作品じゃないですか。で、これと、なんかこのグラビアのね、グラビアアイドルとかの人たちが、ね、水着の写真とかをやったりするじゃないですか。で、それの集大成として写真集っていうのを出して、で、それを今度写真集が出ますとかって言って、宣伝したりするのを見るじゃないですか。で、見てた時に僕ふと思ったんですね。なるほど、つって。だから、ああいうね、アイドルとかの人たちって、結局作品を作ってるんだなと。いろんなこの活動はされるけれども、最終的にこの作品に完結するための物語というか、で、最終的にその写真集として作品を作って世にそれを発表してるんだなって思った時に、あ、に、同じなんだなって思ったんですよ。この人とグラビアアイドルは。なんとなくね。ってなった時に、だから結構その、アイドルとかを見ている目と、
もしかしたら似たところがあるのかもしれないなっていうふうに思った時に、あの、マクロスのさ、イサムがさ、YF19 のことをさ、可愛い子ちゃんって言ってたじゃん。なんか、あ、そういうことかと思って。ねえ、ねえ、昔の第二次世界大戦の時のアメリカのね、空軍パイロットとかが、その自分の時期を、に、なんかね、この、女のね、女の子とか女性のイラストをこう、のステッカー貼り付けたりしてっていう文化があったじゃないですか。で、自分の愛機のことを彼女とかって言ってたんですよね。ああ、そういうことだよねって思って。可愛い子ちゃんという部分でもあるのかと。ことさらにこれをね、女性視してるわけではないです。むしろどちらかというと男性視なんですけど、イケメンとか、そんな感じに見てるんですけど、どっかなんかちょっと、なんかそういうアイドル性みたいなところもあるのかもなーってちょっと思うところもあります。ということは、ロボット好きって何なんだろうねっていうふうにさっき言ってたんですけど、どっちかいうと性癖に近いんですかね。ね。なんか、おっぱいが好きとか、お尻が好きとか、そういう感じなんですかね。なんかそういう風に解釈すると、やっぱ性癖ってセンサー万別でじゃないですか。ね、いろんな方がいろんな癖をお持ちじゃないですか。ってなると、で、各々が分かり合えないじゃないですか。僕もだってね、SM は分かんないもん。どんなに説明されても。うん、そういうことなんでしょうねとは理解しても、じゃあ自分がそうなりますかって言ったらならないし、ただ、うん、説明はできても分かり合えない世界なのか。なるほど。ロボット好きってのは性癖なんですね、きっとね。なんか、ちょっと腑に落ちるな。なるほど、そういうことなのか。チャーさん。だから兄も姉もスパロボのロボットアニメは見てないわけで、スパロボに F、第二次アルファ、インパクト出た作品は一通り見た自分。つまりそうですね、お兄ちゃんとお姉ちゃんとチャーさんでは全く全然違うっていうことなんですね。でも、スパロボには触れてるよっていう、そういうことなんですね。うん。なるほどな。だから、一定数ゲームとして成り立ってシリーズが成り立っていればそこにアクションは起こりうるよっていうことをおっしゃられてるんですかね。うん、確かにそれも一理ですよね。確かに。だから火がつけばそういうロボットにリーチしてなかった客層にもリーチができる可能性は含まれてるってことですよね。確かに確かに。そこまで、要は火がつけばっていうことですよね。うん。だからそこまで火をつけるために何かこうね、一個大きなアクションが世の中であればいいなっていうところですよね。うん。常間さん、私も弟はロボット興味ないですね。そうなんだ。スネマさんの弟さんはロボット好きじゃないんだ。結構男兄弟がいて、もうその男兄弟はロボット好きじゃないっていう人多いですね。なんか兄弟揃ってロボット好きみたいなのって結構少ないですよね、そう考えてみると。なんか僕の聞く範囲内の人たちでは、ほぼいないですよね。そうなんだ。ということは、結構、
まあでもそうですよね。同じ兄弟でも性癖全然違いますもんね。何に触れるかによって全然違うもんね。そうなんだ。結構、ちょっと今僕なんとなしに今喋ってるだけですけど、結構深いこと言ってません？あれ結構真理に近づいてないこれ。そうなのかも。面白。うん。ということで、すいません。なんかすごい時間、すんごい、すんごい時間、もうほぼ2時間ぐらいずっとスパロボの話ばっかりしてましたね。全然 HG サイバスターで遊ばないというね。ということでね、ちょっと玩具レビュー生配信なのに玩具を何もレビューしないっていうのもあれなんでちょっと、HG の方のね、やつをやりつつ、今日、やろうと思っていた HG サイバスターの、アレンジをちょっとご紹介してみたいかな、なんていうふうに思います。はい。こちら。ドドン。はい、こちらが HG で発売されましたサイバスターですね。めちゃめちゃかっこいいですよね。これパチ組でして、はい。このパチ組のですね、サイバスターをちょっとね、あることをしたくて、はい、いろいろいじっていたんですけれども、いやー、これね、非常に出来がいいです。ね。で、結構ね、この関節の構造がすごい特殊で、意外とね、このポージングとかにも癖があるんですけど、それでもやっぱりね、この尖ったこのプロポーションの解釈ですよね。これがね、すごく秀逸で、いや、これ HG のサイバスターとしてはめちゃめちゃレベル高いなって思いました。サイバスターの立体物としてね、めちゃめちゃレベル高いなって思いました。ね、めっちゃかっこいい。で、すごくね、ポージングに癖があるんですけど、それでもね、HG の名に恥じない、可動域は誇っておりまして、すだちにしてね、もうすごく決まるんですけれども、いや、ポーズね、取らせてもめちゃくちゃかっこいいです。でもちろんね、サイバスターがめちゃめちゃかっこいいんで、立体物でね、すごくかっこいいのはいっぱいあったんですけれども、この HG ね、何が素晴らしいかって言ってね、ここね、いろいろこう、尖る部分めちゃくちゃ尖ってるんですよね。ここら辺のレベルがすごく高い。で、また質感もね、この青みがかったパールホワイトというかね、これがね、すごくサイバースターチックで、すごいね、質感いいです。無塗装なんですけれども、もうこれで十分ですね。これ以上何も、はい、手を加える必要性はないよっていうぐらい。実際ね、作るとなったら、パチ組みじゃなくて、実際作るよってなったら、ホワイトの部分は正直、何もする必要ないかなと思いまして。だから、やるとしても、各所のね、このレッドの部分をメタリックにするとか、それぐらいかもな。あと、黄色の部分をゴールドにするとかね、イエローゴールドにするとか、そういうアップデートはできると思いますが、
まあ、それぐらいパチ組でもめちゃめちゃ満足のいく、はい、クオリティだなと思います。さらに、これ実は、サイバードへの変形機構も備えてるってとこなんですよね。うん。なので、ちょっとこのね、サイバースター、HG サイバースターでやりたいのは、この変形ギミックですね、メインの。これをちょっとやっていきたいなと思います。もうね、本当はね、いろいろポージングしてかっこいいね、ポージングとかで遊びたいななんていうふうに思うんですけれども、まあね、なかなかこう、時間も差し迫ってしまいました。いろいろあるんですよ。付属物でハイファミリアとかもあったり、スタンドとかもいろいろあったりね、持ち手も複数あったり、いろいろ遊ぶ要素あります。こちらですね。こういうハイファミリア。ね。まあ、こういうのがね、コピューとね、出てきて、ね、使い魔の猫ちゃんたちが操るですね、こういうね、ファンネルみたいなやつがあるんですけれども、こういうのも付属しております。まあ、そういうのでね、いろいろ飾るっていうのもあるんですけれども、まあ、当チャンネルはね、俺がった研究所なので、ちょっとね、とりあえず変形とか合体とかの遊びでちょっとやっていきたいなと思いますので、ちょっと変形をさせてみたいと思います。まずはですね、こちら。まあ、これ今持ってるのはディスカッターとその持ち手ですね。はい、持ち手のハンドパーツなんですけど、はい、こちらは取ってしまいます。こちらも取ってしまいます。まあね、ちょっとね、HG なんで、ポロリがあるのはちょっとご愛嬌ということでね。よいしょ。結構ポロポロきますね。まあちょっと僕が今、手のね、感覚がちょっとあんまりぼんやりしているので、そういうのでね、ポロポロ取れちゃうのかもしれませんが。はい。でね、可動のところでもうちょっと補足すると、こうやってね、引き出し関節で前の方に出せる構造も持っていますので、すごくね、柔軟な可動を備えてるよっていうのをちょっと付け足したいかななんて思うんですが、ね、またね、後ろのバインダーはね、結構ボールジョイントでグリグリ動くんですよね。いろんな表情をつけることが可能です。はい、その上で、ハンドパーツを取り外しましたら、はい、胸のブレードをですね、こうやって起こすことができます。ね、角度をこうやって起こすことができます。で、その上で、腕をですね、こんな感じで内に入れます。こちらも同様ですね。こんな感じで入れまして、ウイングは外に張り出させます。はい。そうしましたら、首を中に押し込んで、顔を隠します。はい。そうしましたら、こちらですね。こちらの尻尾部分の方をぐわっと前に持ってきまして、これ外れやすいですね。すっごい。後で調整が必要だな。はい。こんな感じで、ここでね、股関節のところに軸でつながってまして、後ろからぐわっと前に持ってくることが可能です。で、そうしましたら、こんな感じで、はい、前に、サイバードの首を持ってくることができます。で、そうしましたら、サイドスカートですね。サイドスカートとリアスカートをこんな感じで広げられます。これもね、ボールジョイントで接続されています。
ので、これぐらい開くことが可能です。で、そうしましたら、足を後ろに少しやって、曲げましたら、ここの構造がすごくて、まずね、この関節前に持ってくることができるんですね、少し。こんな感じで。ここの膝関節はこっちなんですよ。はい。こちらの方で膝関節は曲げられるんですけど、逆関節がこのももの中に入ってるんですね。なので、90度近く逆方向に、前に展開することができます。で、そうしましたら爪を折りたたんで、こんな感じですね。そうしましたら、背面、反対側も同様に変形させます。はい、そうすると、こんな感じで。変形できまして、最後に後ろのですね、はい、スラスターの方を展開すれば、はい、これで完成。サイバードだイェイ。はい、これがサイバードなんですね。はあはあはあ。先ほどのね、めちゃめちゃかっこよかったサイバースターが、ちゃんとね、このサイバード形態に変形できるっていうところが、まず素晴らしいですね。すいません。この状態ができるっていうのがね、非常に、いいですね。すごくいいです。でね、しかも、こう尖り方もね、非常に、はい、鋭敏に尖っておりまして、各所ね、うん。かなりかっこいいサイバードだなっていうふうに思います。ね。まあちょっとね、こう、スタンドで飾った方がかっこいいんでしょうけれども、まあちょっとスタンドを出してみましょう。スタンドもね、付属してるってところがいいですよね。よっ。はい、こんな感じでスタンドが付属しております。で、よいしょ。あ、結構硬くなって、うわ、割れてしまいました。やっぱり今日はちょっと良くないですね。すいません。あー、ダメだ。僕のね、手が今日はダメです。ぶっ壊しそう。やめときます。はい。こんな感じで、はい。スタンドをちょっと諦めました。こんな感じでね、すごくかっこいいサイバードに変形できるんですが、うん。いや、これはね、すごく設定通りで、かっこいい形態なんだなと思うんですけれども、やっぱりね、スパロボのサイバード
ってこんな感じだったっけなっていうのが、ちょっと思っちゃうんですよね。うん。まあ確かにそう、こうだったかもなって思うんですけど、なんかね、もっとジェットっぽかったっつうか、なんかもうちょい素直に変形できてもいいのかなってちょっと思ったんですよね。こっちでちょっとやってみましょうか。こっちでできた。ね、これで、まあこんな感じでもあったんですけど、もうちょい、なんか、こんな感じで足こんなにすごい強調されてたっけみたいな。なんか、まあ、二次元の嘘かもしれないですけど、もっとこんな感じだった気もするんですよね。うん。だからまあ、まあ、しょうがないですよ。これはこれですごくいいですよ。めちゃめちゃいいと思います。ね。で、各所、ものすごくね、尖ってるし、でまた、これが、サイバード状態でのね、なんか横に張り出たメインウィングみたいな感じじゃないですか。で、まあもちろんメインはこのスラスターなんですけど、バックのね。でも、まあ、鳥ちゃんで言うと、素直に言うとウィングってこっちになるじゃないですか。でも、このようにしてみればわかるんですけど、まあ、真横なんですよね。で、角度つかないんですよ、これって。なんかこれもちょっともやるポイントだなと思いまして。だからまあ、設定とはちょっと違うんですけど、このサイバード状態をもうちょいアレンジして納得いく形態にしたいというのが、はい、今回の、趣旨でございます。なので、ちょっとここからですね、サイバードをちょっとアレンジしてみたいな、なんていうふうに思います。はい、コメントをいただいてます。コメントいただいてるので、ちょっとコメントを読んでからアレンジに移りたいと思います。チャーさん、仕事のお兄ちゃんが私のスマホのダンバインのシール貼ったら、兄が反応してくれたのが超意外で嬉しかった。あ、チャーさんのお兄ちゃんは、あれですね、仕事一筋の方なんですね。はあ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 。で、スマホのダンバインのシールを貼ったら、兄が反応してくれたのが超意外で嬉しかった。スマホでダンバインを見たら、なんかダンバインのことについてお話しされたっていうことだったんですね。なるほどね。いや、ダンバインは結構そうか。いろいろ結構特殊ですもんね、ダンバイン系はね。なんか、そうそうそう、僕のね、いとこのお兄ちゃんで、10個ぐらい離れたお兄ちゃんがいるんですけど、そのお兄ちゃんに、一度ね、そのお兄ちゃんの自室に招かれたことがあって、で、その時にね、そのお兄ちゃん全然ロボット玩具とか好きな人じゃなかったんですけど、ダンバインのね、プラモをすげえ、まあ、その当時のね、僕の目で見て、なんかね、すっごいプロレベルで塗装したのを1個ね、飾ってて、でそれを見せてくれたっていう思い出があってですね。だからもしかしたらダンバインっていうのはなんかそういうのを引きつける何かがあるのかもしれないですね。ロボット好きじゃない人にも何かをこうね、訴えてくれる何かがあるのかもしれないですね。うん。ジャーさん、不思議とゲシュペンスとサイバスター、グルンガスとヒュッケバインはリアル投資に違和感がある。確かに。
スパロボの SDK って、SD ですよね。リアル闘神じゃなくてね。オリジナルが。ね、元のデザインはリアルから入ったかもしれないけど、我々は SD から入ってるんで、あの、初出は SD じゃないですか。だから、うん、違和感はありますよね。最たるものは、出てこない。出てこない。アルファの、あの、あれ、なんだっけ。あれ、すっごい出てこないな。敵の、アストラナガン。出てきた。アストラナガン。アストラナガンってさ、もはや SD だよ。SD のかっこよさが、あるんで、頭にあるんで、なんかリアルで出されたやつ、あれって思いませんでした？僕だけかな。あれちょっと違うなーって。こういう感じじゃないなーっていうふうにちょっと思っちゃった。そういうのありますよね、結構ね。うん、スパルボオリジナルって。チアンさん、ダンバインが、出せないから作られたのがサイバスターってマジですかね？そうなんですか？それは知らなかった。サイバスターって先ほど出したのの中で言うと、第2作目の、第二次スーパー、ファミコンで出た第二次スーパーロボ対戦が、始まりなんですよね。うん。で、ここで出て、鳴り物入りでね、なんとオリジナルロボットが出ますっつって出てきたのがサイバスターなんですよね。うん、まあ、この時のね、もうお化けみたいな強いこと。めちゃめちゃセンセーショナルでかっこよかったんですよね。うん。でも、うん。で、先ほどの第二次スーパーロボ対戦にはね、ダンバインシリーズは出てこなかったですね。来なかった。でも、判権問題あったんですかね。なんだろう。それは聞いたことないかも。そうなんだ。まあ、もしそうだったら、確かにね、世界観ちょっと似てますもんね。ね、同じ魔法系だし、異世界もの系だしね。うん。確かにそう言われると、ね、設定的にはほぼ結構似通った部分ありますしね。また、鳥型に変形するっていうのもビルバインからのなんかね、うん、着想みたいなのも、逆算からの着想みたいなのはあるかもしれないですけどね。うん、確かに確かに。おとっ仮面ライダーセイバーさん、サイバード、超かっこいいです。こちらね、もうほんとね、尖っててめちゃめちゃいいですね。うん。まあ、この状態もね、いいんですけどね。いいんですよ、全然ね。うん。チャンさん、リアル投資にするとなんか違うになるスパロボあるある。まあね。まあ、スパロボでね、SD でかっこいいっていうのが、まあね、メインでありますからね。ちょっとリアルにされると、あれ、これちょっと違うのにな、みたいなのは結構ありますよね。男仮面ライダーセーバーさん、大丈夫ですよ。男、俺合体研究所さん。ありがとうございます。なかなかね、あれですけれども、まあ、ちょっとここからね、アレンジをしてやっていきたいかな、と思います。まずね、じゃあ、気になったのがこの足ですよね、一番最初に。で、これが、まあ、で、このね、先ほど言ったように、ここでね、股関節の形状がすごいね、特殊なんですよ。だからね、結構自由度効かないというか、まあ、こいつが後ろから前にぐわっと飛び出る形状をしてるっていうのと、ほとんどの関節が軸接続なんですね、これ。うん。
だから結構自由度が効かないというか、で、さらにね、このスカートが結構ね、可動が結構、デザイン上制限されてるというかね、これ以上後ろに行かないんですよ、これが。うん。で、シルエットとして前方方向に比重がもうものすごく偏っちゃってる。だから本当だったらこれを逆三角形のシルエットにしたいんですけど、ここのブロックにないんですよね、ものが。で、こっち側に比重がいっちゃってる。ですけど、ここに垂直にこれが立っちゃってる。だけど、サイバードってこういう形じゃないですか。イメージ的に。後ろ側に流れる系。でも、これが横でシルエット寸断してて、で、横から見るとこのパーツで寸断してるんですよね。こう、バシッ、バシッつって。そうじゃなくて、こう流れたいんですね。こう、こう。これがネックだなと思いまして、なので、ちょっと思い切ってですね、このパーツは、外したいなと。これ、ボールジョイント接続でですね、簡単に外れます。僕の中では、まあ、リアスカートはもうなくていいかなというところでして、にしまして、この状態で置けば、ここまで足持ってくることができるんですね。うん。で、この取り足の状態はガオーク形態というか、ガオークの状態の時は、こういう形にしたらいいかなと思いまして。だから僕の中ではこのガオーク形態にするというかね、この後ろ足で持ってくるこの状態が、こうか。こんな感じで、こんな感じでいきたいなと。こんな感じで、ね。で、飛行状態の時はこうと。飛行状態の時はこうすることによってシルエットをこういう風にすることができるので、これがいいんじゃないかなと思いました。こんな感じですね。で、この肩ですよね。腕と肩。で、まあ、腕はこういう風に縮めとくのがデザイン上正しいのかなと思うんですけど、まあ僕の場合は、ちょっとこれを、こんな感じに変更させていただいて、で、肘のジョイントがすごくね、面白くて、こういう状態にすると、ここまで曲げることができるんですね。うん。このスリットが入ってるんですよ、ここに。だから、ここまで曲げられるんですね。なので、この状態でこういくと、こういう状態で。で、これをこういくと、こういう感じ。で、そうすると、こうやって、こういう放射状にウイングを調節することができるじゃないですか。なので、反対側も同様にですね、ちょっと向きを変えまして、こうですね。こういう形で、こう変えて、こうですね。で、こうやることによって、
はい。なんと、少々お待ちください。押してきた。ああ、ダメか。なんと、よいしょ。こんな感じで、こんな感じでスタンドがなんとかならないかな。なかなか難しいですね。手でやろう。こんな感じで、サイバースターをサイバースターを再構成してみました。イエーイ。なかなかね、スタンドがね、付属してるんですけれども、こんな感じでね、はい。おー、ほら、こんな感じでね、こういう感じのシルエットになったじゃないですか。上から見ても、そう、こういう感じの放射状のシルエットになって、ほら、これが、こういう感じじゃないですか。なんかスパロボでの時のサイバードって。こんな感じですよね、イメージ的にね。これ、かっこよくないですか？すげえ。なんかね、そう、これがやりたかったんですよ。これがやりたくてどうしようもなかった。ね、こうやるとほら、後ろ側からもかっこいいですよね。おー。ちょっとね、サムネ用に、こう浮いてる状態で、スタンドでね、立てたいんだけどな。安定して立ってくれない。なかなか難しいですね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。ね、もう一個のジョイントで、ちょっと試してみましょう。これなら立つか。結構むずいですね。なんとか立たせたいんだけどな。なんとか立ってくんないかな。結構ね、形状がむずい形状してるんですよね。お、できた。これでいいや。ちょっと細かいポジション調整はできてないんですけれども。でもちょっと無理か。後で写真撮ります。おー、かっこいいでしょ？素晴らしい。そうそう、僕ね、サイバースターもね、もうめちゃくちゃ好きなんですよね。なので、ちょっとね、でも、なんか立体物のサイバードでこれだっていうのがね、なかったんですよ。ね、先ほどの違和感の話じゃないんですけれども、そう、僕の中のスパロボで見ていたサイバードと、なんかね、2回、これだっていうサイバードがないんですよね。あ、やべ。パソコンの電源が落ちた。
すいません。そんなこんなです。少々お待ちください。ごめんなさい。よいしょ。すいません。パソコンの電源の方が落ちてしまった。Mac でやってるんですけれども、Mac のパソコンの電源が落ちてしまいまして、申し訳ございません。あ、復活した。復活いたしました。ちょっとですね、設定画面を復旧いたしますので、少々お待ちください。ちょっとわちゃわちゃしておりますね、やはり今日は。あ、できました。ありがとうございます。ごめんなさい。スネ夫さん。おー、めっちゃかっこよくなった。ありがとうございます。ね。こういう感じの放射状がいいですよね。うん。やっぱね、HG のサイバースターってね、パーツめちゃめちゃかっこいいんですよ。でね、ちゃんと尖ってるし、すごいクオリティ高いんで、なんかね、うん。僕の中のサイバードを再現したかったんですよね、こいつで。いや、これめちゃくちゃアレンジとして僕の中ではね、こうかなり跳ねたんで、ちょっとなんかね、生配信でやりたいなってずっと思ってたんです。チアさん、えー高速、えー高速飛行形態みたいな。確かにいいですね。こうビューンっつってね。うん。おー、これめちゃくちゃ。で、ここでこういう風にすることによって、先ほど言っていたような、はい、ガウォーク形態というか、サイバードでの着陸形態というかね、ちょっと、こんな感じのね、うん、鳥足でガウォーク形態を取ることも可能と。これなかなかいいですね。で、ここをちょっともうちょい渋みをつければ、なんかちょっともうちょいね、こんな感じで鳥足チックにできるの。着陸形態が再現できるような、ね、こんな感じで、ほら、やれたらなかなか、これはこれでかっこいいですよね。この、鳥足で着陸しているっていう。でそういう意味でも、この足のね、この、このね、可動は生かされるというか、これめちゃくちゃいいんじゃないのかな、なんていうふうに思いました。チャーさん、サイドスカートに、鳥の爪の衣装があるとよりいいかも。これにね、これに、さっきのね、後ろにしたときに、ここに爪の衣装があってば、元のね、デザインに、まあ、割と準拠した形になるってことですよね。確かに確かに。それもいいかもしれないですね。常松さん。ちなみに私はマソーキシンだとバルシオーネとグランベールが好きです。いいですね。やっぱりスネマさんはバルシオーネになるんですね。
可愛い女の子キャラです。やっぱりね、巨大になってもおっぱいがあるっていうね。そこら辺になりますね。グランベールね。確かに確かに。炎のね、やつが使いやすいんですよね。だから、こちらの、ね、魔装鬼神シリーズ。これサイバスターが、メインになったやつなんですね。シリーズで。オリジナルの、はい、サイバースターの世界を再現したゲームになってるんですけれども、ここら辺でね、出てくる、サイバースター以外の、魔装鬼神がいるんですよね。で、その中の一体で、火の精霊と契約をしたですね、魔装鬼神でグランベールっていうのがいまして、はい。で、こいつがですね、爆動作みたいな感じのマップ兵器が使えるんですよね、炎系の。これがね、非常にね、単発火力があってですね、すごくね、使いやすい機体なんですよね。わかります。で、しかもね、結構かっこいいんですよね、赤でね。砂川さん、なんかガオーク形態にすると、オルフェンズのハシュマルっぽいですね。確かに。ちょっと似てるかもしれない。そういうかっこよさもありますね。確かに確かに。なんかこのね、異形なモビルアーマー的なね。そういう意味で言うと、そういうかっこよさっていうのもありかもしれないですね。いや、でも結構、僕の中ではかなり跳ねたオリジナル形態だったので、ちょっと、今回ね、冒頭でお話ししたような事情がございまして僕がね、ちょっと今日やられてたもんですから、ちょっとね、なかなかゲッターロボで遊びたかったなと思ったんですけれども、ちょっとね、割愛させていただきまして、HG の、急遽ですね、HG のサイバースターの方をご紹介させていただきました。次回はですね、引き続き、スパロボ談義をしながらですね、今度は同じスパロボでですね、はい、大好きだったゲタロボ G ですね。こちらの方をご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひですね、来週も同じ時間に生配信をしたいと思いますので、ぜひお時間がございましたらご参加の方よろしくお願いいたします。それではね、ちょっと今回は、急遽ですね、ご紹介玩具を変更することになってしまいまして、申し訳ございませんでした。ね、来週は体調をしっかり整えてやりたいと思いますので、ぜひぜひ、ご参加の方よろしくお願いいたします。チアさん、ディラクシールかな。素晴らしいですね。ディラクシール、いわくつきですね。あれですね、ガンダムじゃないってやられたやつですよね。で、後に出てこなくなっちゃったやつ。でもいいですね。かっこいいんですよね。ちょっとね、ライトグリーンでね。僕もね、あれ、最初出た時めっちゃかっこいいと思いました。ということでですね、今回はなかなかでも、言うて、すごくね、スパロボのね、お話がいっぱいできましたので、ぜひぜひ、結構ね、深い話ができたんじゃないかなと今日は思いました。来週もね、スパロボを引き続きお話ししていきたいと思いますので、ぜひ皆様の、スパロボのね、思い出話なんかも聞かせていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ来週も、スパロボで皆さんで盛り上がりましょう。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。